壇上消失との戦がありませんでしたから、その分は玉薬や物資にも余裕ができました。とりあえず明日の隊の編成は今しのちゃんと梅ちゃんが考えてくれてます。マリたちは元気なお馬さんから出せるようにしてるの。はい、今日の行軍の指揮も順調でしたし、しのちゃんが言うには隊の癖をよく把握した良い指揮をすると。だから私とマリちゃんは今日はヒヨの手伝いなんです。そうですね。それじゃあもう行くの。もう聞き分けがありませんわね。聞き分けがないというのは、物事を理解せずに反論だけすることを言うのですよ。聞き分けたからこそ反対申し上げているのですが、何か？もうああ言えばこういう。言われたことを返して即座に言葉を返すのは、軍師にとって褒め言葉になっても悪口にはなりませんよ。あ、健介様。ハニー、聞いてくださいまし。そうですわ。それをしのさんが。話を理解しようとしないのは梅さんではありませんか。そういうのを釈迦に説法というのですわ。おや、天主教の奉教人殿でもこういう時は神仏を引き合いに出すのですね。はい、今回の都への先触れは二条館の防衛が目的です。迅速に入城し防御陣を敷く必要があります。ですから移動には可能な限り馬を使いますわ。今回は拠点防衛ですから、三好衆を寄せつけずに二条館をお守りすることが肝要になりますの。ですから鉄砲をできるだけ多く持ち込みますわ。鉄砲も良いですが隙も大きくなりますし、何より玉薬にも限りがあります。後の朝倉攻めも考えて、ここは鉄砲よりも槍を中心に編成を行うべきかと。最初の戦いで玉薬をケチってむざむざ作戦を失敗させるおつもりですの？闇雲に撃てばよいというものではありませんよ。有効な武器だからこそ要点を絞って効率的に使うべきだと言っているのです。幸い今回は本体がたどり着くまでの時間稼ぎが主となります。
三好衆の殲滅が目的ではありませんから、攻撃力よりも持久力を重視した編成にしても。敵の数は減らした方が有効に決まっているでしょ。最初の一撃で大きく敵を退けることができれば、その後に時間を稼ぐのも容易ですわ。梅さんすごい。しのちゃんと普通にやり合ってる。おーい、誰もいねえのか？準備とか鏡に任せたら暇になったからよ。ちょっと遊びに来てやったんだけど。何やってんだ？んだよ、贅沢な悩みだな。俺たちも先触れになりゃよかったかな。ああ、そっか。だったらぶっ殺しまくれる本体の方がいいな。俺たちの分ちゃんと残しとかねえと承知しねえからな。で、なんだ？鉄砲と槍？はい。そんなもん俺らが来るまでのつなぎじゃねえか。全部槍でいいよ、槍で。しっかり守ってな。それはさすがに。私たちをバカにしていますの？このチンクシャ。んだとこのチョロギがやるか？望むところですわ。チッ。じゃあてめえらはマシな意見でもあるのかよ。健介隊に余裕がないのは事実ですし。もちろんです。でもだからってカズハ様や双葉様を助けられなかったら意味がないですし。当たり前ですわ。ねえケイスケ、今回の作戦で一番大事なことって何なの？そうですわ。ですからまずは公方様たちをお救いすることを第一に。上洛だけが目的であれば私もここまでは言いません。むしろ織田家の力を示すためにも派手に動いた方が良いくらいです。まったくもう、鉄砲の弾なんてなくなったら補充すれば良いだけではありませんの。梅ちゃん？何ですの？梅さん。だから何ですの？一つお聞きしますが、梅さんは鉄砲を一発撃つと一体どれくらいかかるかご存知ですか？ん？ハニーまで何ですの？ですね。弾丸に火薬、早号用の紙がこのくらいとして。ついでに火縄も入れといて。そうですね。そこまで入れて100発あたりだいたいこのくらいのお金がかかります。もうしかもこれを一箇所にまとめて運ぶと何かあった時に大変ですから、分割して運ぶことになります。2打にかかるお金がだいたいこのくらい。大した額ではありませんのね。
六角氏の基準であればそうかもしれませんが、参考までに健介様の治療と健介隊に回しているお金がだいたいこのくらいになります。書かなければお分かりいただけないかと。これは。いえ、まあ人それぞれですけれど。なんだ、大してもらってねえんだな、健介。いやー、俺んところの治療がいくらかとか知らねえけど。さらに参考までに健介様のお昼ご飯代は1回でこのくらいです。ちょっとシノさん、ということはですわよ、全体で一斉射撃などするとハニーのお昼ご飯が。お昼どころか当分は飲まず食わずですね。でしたら私の案を通して今回の全体を鉄砲にでもしたなら、まさか。梅さんのご想像の通りです、健介様。健介、お昼ご飯食べられないの？健介様、お昼抜きだったら私のお弁当も分けてあげますから。私、お昼多めに作りますよ。愛しいハニーが飲まず食わずだなんて、私とても耐えられません。飯買う金がねえなら山に行ってイノシシでも鹿でも飼ってくりゃいいじゃねえか。そういう問題ではありませんわ。んだこら、金がねえなら自力で狩りゃいいに決まってるだろ。バカかチョロギ。またそのような物言いを。やっぱり我慢できませんわ、このチンクシャ。今はそういう問題ではありませんの。わかんねえなら体に分からせてやる。外に出ろ外。グーで蹴りつけてやる。望むところですわ。私の組打ちの腕前見せて差し上げましょう。いいじゃねえか、上等だ。小屋所さん、ここは抑えてください。梅さんも。ぐぬわかりました。大切なハニーに食事抜きなどさせるわけには参りませんもの。足りない火力はこの蒲生忠三郎の知恵と勇気で補ってみせますわ。はい。今でこそ余裕もありますが、この先どうなるか分かりませんし、無駄玉の打ち癖がついても困りますから。今のところ梅さんも納得していただいているようですし。
これでも最大限譲歩しているつもりなのですが。それはそうですが。もちろんですわ。ハニーの兵もお腹も懐もこの私がまとめてお守りいたします。健介様がそこまでおっしゃるのでしたら仕方ありませんね。確かにどれだけ玉薬を節約しても使い手がいなくなってしまっては何の意味もありませんし、織田家が鉄砲を多く持っていることを示す意味もあるでしょう。梅さん、現場での判断はお任せしますが、くれぐれも無駄打ちはしないでくださいね。お任せくださいまし。有効な武器だからこそ要点を絞って効率的に使うべきですわね。ハニーの信頼を裏切るようなことはいたしませんわ。もちろんですわ。磨き上げたこの玉の肌、ハニー以外に傷つけさせたりするものですか？健介様、もしかしてそういうのがお好きだったんですか？ハニーでしたら構いませんのに。健介、梅ちゃんにひどいことしちゃダメなの。決まったんなら俺も帰って寝るぜ。お前らせいぜい時間稼いどけよ。俺の分まで敵殺してんじゃねえぞ。私の指揮で三好衆なんてすぐに撤退させて、チンクシャにも吠え面かかせてやりますわ。やるか？やりますの？もう二人ともやめてくださいよ。チッ、じゃあな。チンクシャ。それではひよ、玉薬の件もありますので荷物の調整をしたいのですが。それじゃあ荷台のところに行こうか。マリはお馬さんの支度してくるの。梅ちゃん一緒に行くの。わかりましたわ、マリさん。甘えるのダメですか？嬉しい
です。なんでもないです。すいません。ありがとうござい。ケンスケ様。泣いてなんかないです。ケンスケ様。私これからもお役に立てますか？最近ケンスケ隊に人が増えたじゃないですか。しのちゃんは軍師だし、ヒョンは荷棚管理がありますよね。護衛はマリちゃんがして、草の仕事はコナミちゃんがいます。それに舞台の指揮は梅ちゃんが上手で、私はしがない野武士の出です。梅ちゃんみたいに武芸百般を身につけているわけでも、マリちゃんみたいに剣術や礼法を学んだわけでもありません。はい。ですからケンスケ様、私が役に立たないと思ったら、はい。やっぱりケンスケ様。それはまあいろいろできますから。私一人。ケンスケ様、それこそ私じゃなくても。はい。ケンスケ様。私もケンスケ様やみんなとずっと一緒にいたいです。
ゃんずるい。リーダの打ち合わせについてきてくれるかと思ったら、よりにもよって抜け駆けですか、コロ。まあね。健介様のたらし癖を直す方法ですか？とりあえず私も抱きついていいですか、健介様。火を。しのちゃんも来なよ。そうですね。私だけ遠慮するというのもバカバカしい話ですから。ここは遠慮なく。ちょっと皆さん、ハニーに何をしてますの？抱っこしてもらってるんだけど。なんて羨ましい。だったら梅さんも来なよ。いいんですの？でもこのような公衆の面前でそれはちょっと恥ずかしいですわ。寝る前の口づけまでねだっておいて、今さら何を。あれは激しい戦いの後で気持ちが高まっていたから、その場の勢いで。いやハニー、はしたない娘だなんて思わないでくださいまし。マリはダメ？みんなギューってするの。マリちゃんくすぐったい。ちょっとマリさん。ほら、あとは梅さんだけですよ。慣れておいた方がいいですよ。たらしには定評のある健介様ですから、抱きつけるときに遠慮せずに抱きついておかないと損をするだけです。ハニー、はしたない私でも嫌いにならないでくださいましね。みんなで一緒楽しいの。何なの？コロ？大好きなの。マリはケイスケもコロもヒヨもシノも梅ちゃんもみんな大好きなの。私もですよ。少なくともこうしているのも慣れました。私は恥ずかしいですわ。